今回は機動戦士ガンダム逆襲のシャアよりサザビーリアルグレード144分の1を作ります。今回はガンプラですよ。サザビーリアルグレード144分の1。ガンプラ作るの初めてなのでちょっと下調べいたしました。サザビーは劇場版アニメ機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場するモビルスーツ。数あるガンダムシリーズの中でも屈指の人気機体ということで、このサザビーの人気を物語るように長年にわたっていくつものバージョンが発売されています。 RG144 分の 1MSN の 04FF サザビーダブルフォンファンネルを装備したサザビーですね。それから BB 戦士 MSN の 04FF サザビー、これはサザビーダブルフォンタイプの SD ガンダムですね。リアルグレード144分の1サザビースペシャルコーティング、リアルグレード144分の1サザビークリアカラー、MG100 分の 1MSN の04サザビーバージョン過渡期、 HGUC144 分の1サザビー、それから無印の144分の1サザビー、こちら1988年発売のモデルですね。今挙げたのはほんの一部でして、本当は画像を載せたいんですけども、バンダイホームページに画像は使っちゃダメと注意がありましたんで、それを守ります。カラーリングや成型色違い、ニューガンダムとのセットものなど、この他にもバージョン違いで発売され続けているサザビー。数あるガンダムシリーズの中でも屈指の人気を誇るモビルスーツです。そして今回作るキットですが、144分の1リアルグレードです。こちらはノーマルバージョンということでいいんでしょうか。実は私、逆襲のシャアどころかガンダムをほとんど見たことがなくて、今回の制作のために一生懸命勉強して臨んでおります。バージョン違いがこんなにあるのも知らないで、こちらのリアルグレードを買ったので、これで良かったのかなと謎にドキドキしております。なので今回初ガンプラとなりますので、温かく見守っていただければと思います。こちらの RG は1988年発売の144分の1無印サザビーと比べたらとんでもない進化を遂げているんじゃないかと思っております。それでは開けていきましょう。パーツが細かいし多い。ランナーは12種類、いわゆる色プラのランナーも含まれていて、成型色違いでざっくり赤、黒、黄色に分かれております。中でもやはり赤は深みのある成型色で素晴らしいですね。この色分けのおかげで塗装なしでも精密感のある仕上がりになるんでしょうね。シャア・アズナブルことキャスバル・レム大君総帥もいらっしゃいますね。デカールはリアリスティックデカールと呼ばれる金属光沢を最大限に再現したものとのことです。水転写タイプではないようですね。初めて使うタイプのデカールですね。うまくいくか不安ですが、この後作業風景出てきますんで見てやってください。組み立て説明書がまたページが多い。ガンプラではこれが普通なのか。カラーページとモノクロページとありまして、ボックスアートにはギミックの解説もありまして、なるほどなるほどと読みました。これは作ってみて分かったんですが、ページ数が多いのは大変だからじゃないんですよね。制作工程を細かく区切ってくれているので、ページ数が増えているだけで非常に親切な説明書になっています。ただ、ガンプラ初めての私からすると、プラモデルとしての解説はあるんですが、もうちょっとサザビーという機体自体の解説が欲しかったですね。まあガンダムを知らない私がいけないんでしょうけどね。組み立て前にいつもの洗浄の儀を執り行います。洗ってて思ったんですけど、このプラあんまり浮かないですね。すごく浮いてくるプラモデルもあるんですよ。比重が違うということなんでしょうけど、どっちがいいとかは全然わかりません。そんなことみんな興味ないかもしれないけど、私はすごく知りたい。プラスチックの比重について何かご存知の方はコメント欄で教えてください。ガンプラ製作についていろいろ調べているうちに、スナップフィットキットであるというところと、エナメル塗料の墨入れでバキバキに割れることがあるというものをいくつか見つけまして、まあ関節可動のスナップフィットキットならエナメル塗料の影響はさもありなんということで、組み立て前にプラスチック保護の意味で軽くクリアを吹くことにしました。この作業が意味があるかは分かりませんけれども、このクリアがエナメル塗料の浸透を防ぐのと、塗料のりが少し良くなるんじゃないかと。そもそも今回はエナメル使わない方向でいければいいんですけど、きっと使いたくなっちゃうと思うので、組み立て前クリアという工程を挟んでみます。
この方法が特にどこかのサイトで効果的とかって見たわけじゃないんですけどもね。それでは作っていきましょう。まず説明書通り足ですね。脚部から組み立てていきます。使用しているツールはゴッドハンドの片刃ニッパー、ブレード1ニッパー、それからヤスリは電動ヤスリのアルティマ5です。概要欄にツールのリンクを掲載しておきます。ゴッドハンドのニッパーですとアルティメットニッパーが有名かつ最高峰の一つですが、結構繊細な取り回しが必要な感じだったので、あえてブレード1ニッパーを使っております。ニッパーがいいと作業がはかどるのでおすすめです。それからアルティマ5もおすすめです。ヤスリ掛けが格段に楽になります。特に今回はパーツ数が多そうなので使い倒すことにします。ちなみに私がやっているアルティマ5での水研ぎはメーカーさん禁じ手にされております。あくまでも私の自己責任でやっておりますので真似はしないように、あしからず。組み立てはさすがの精度でスナップフィットでしっかり入っていきますね。可動部もプラスチック同士なのにちょうどいいテンションできつくも緩くもなく動かせますね。左右の足を並行して作っていきます。ヤスリで成形しながら思ったんですが、フレームと外装部分でパーティングラインのありなしは結構差がありますね。どういうことかと言いますと、こちらのサザビーはじめリアルグレードのガンプラはフレームと呼ばれる可動部分、いわば骨組みに外装を取り付ける形で作っていくのですが、フレーム部分には比較的パーティングラインが見られるんですが、外装部分はパーティングラインがあまりないというか目立つ位置にはないんですね。フレームにあるパーティングラインも外装を取り付けたら見えない位置にあるので、結果的にパーツ成形はそんなにしなくていいようになってますね。すごいですね。とはいえバリはありますので、バリ処理のついでにパーティングラインも消していきます。足ができました。すごいボリュームですね。ふくらはぎから足元にかけての曲面がいいですね。可動も膝、足首はもちろんスラスター部が動いて内部のサイコフレームが見える部分もあります。すげえな。すげえけどこの後の塗装を考えるとちょっと腰が引けちゃってますね。お次は腰の部分の組み立てですね。腰の部分も細かいパーツに分かれています。これは足の可動や姿勢を動かした時に自然な形状、ポージングが取れるように配慮された設計だと思います。それから私にとっては未知のパーツであるアドバンスド MS ジョイントというパーツがありまして、ランナーにくっついているんですが、その状態ですでに可動部分が組み込まれているという摩訶不思議なパーツです。これ工場でどうやって作るんですかね。金型で作るのかな。すごく不思議です。おそらく腰の部分、まさに要の部分ですので、パーツやポージングの保持のためにキープする力が強い精度の高いパーツになっているんだろうと思います。腰の部分は黄色い差し色的なパーツを組み込んでいくことで立体的な奥行きのあるパーツ感が出ていてよくできてるなという感じです。これまでもそうだったんですが、ボディは内部フレームに外装を取り付けていく感覚を強く感じます。腕をつける関節やコア部分、そしてそれを覆う外装、サザビの特徴的な腹部のメガ粒子砲、ゲームのエースコンバットに出てくる架空戦闘機みたいなかっこよさがある部分ですね。ボリューム感のある足を最初に組んでいるので、腰、ボディとサクサク進む感じですね。腕の組み立てに入ります。腕の部分は可動も多いせいか、パーツの一つ一つが複雑な形状です。組み立てている最中もどこを作っているのかわからなくなりますね。取り付け方に迷う部分もあって、組み立てていくうちに、あ、これ肩になるんだと気づく感じですね。右腕、左腕と左右同時に作っていきます。パーツがはまるときはパチンパチンと気持ちよく収まっていきます。パーツのはまり方が面白い箇所もあり、立体パズルとおっしゃってる方がいらっしゃいましたけど、まさにそういう楽しみを感じますね。組んでいくといろんな箇所が動きます。可動は完成後のお楽しみですね。肩の部分にもボディや腰にあった黄色いパーツを組み込んでいきます。腕というか肩はなかなか複雑な作りです。この辺でですね、冒頭にご紹介したリアリスティックデカールを貼るところをご覧いただきましょう。といってもあまりうまく撮れていなくて恐縮ですが、結論から言うとリアリスティックデカールよくできています。まずピンセットで台紙からデカールを剥がし取ります。
この時台紙を少したわませると剥がしやすいみたいですね。十分な粘着力のリアリスティックデカールですが、水転写デカールと違って貼り付けてからスライドして動かしたりできないので、貼る箇所とシールの向きを合わせて一発決めで貼ります。貼った後はよくくっつくようにキムワイプで上から押し付けました。少し浮いているようなところもピンセットで押し付けて完了です。金属光沢を再現しているというだけあって、貼り付け後の光沢感は素晴らしいですね。腕の組み立てに戻りましょう。外装を取り付けます。今袖口に差し込んでいるのはビームサーベルの柄です。マニピュレーターを取り付けて腕の完成です。肘を曲げてみるとこんなに曲がるんですね。すごいですね。各パーツを並べてみました。サザビーのボディに肩のアーマーを取り付けるんですが、これがちょっと難しいんですよね。っていうか自分が不器用なだけですかね。取り付けが全然できないので、ショルターアーマーの一部を開いてやってみたらなんとかできました。両腕両足がつきまして、一気にサザビーらしくなってきました。バックパックユニットの組み立てをしましょう。昔はこの後ろの部分をランドセルとか言ってた気がするんですけど、違いましたかね。まずはファンネルを作ります。パイロットの思念で独立して動く兵器みたいです。全部で同じものを6個作っていくんですが、こういう繰り返し作業がちょっと苦手です。こちらの小型のターンテーブルの上に乗っている軸部分、こちらに4枚の羽を取り付けていきます。小さいパーツですがしっかりバリ取りをしていきます。軸に羽を1枚ずつ4個取り付けたら、上からキャップのようなパーツをはめて出来上がりです。これをまた6個ね、6個作ります。ファンネルを収納するコンテナを2個作ります。ただの箱ではなくて、これも稼働します。このコンテナに先ほど作ったファンネルをはめていきます。背面のこれは燃料タンクですかね。これも作らなきゃいけませんね。バックパックユニットは稼働してカバーと連動して動きます。コンテナ燃料タンクを取り付けてバックパックユニットを組み立てます。サザビーに取り付けてみましょう。背中にボリュームが出て全体のバランスが良くなりました。足、ボディ、腕、バックパックユニットときました。次はいよいよ頭、ヘッドパーツを作ります。ヘッドパーツに組み込むいくつかのクリアパーツがあります。そのクリアパーツの下準備をします。このクリアパーツに貼るリアリスティックデカールもあるんですが、ここはやっぱり塗装で透明感を演出したいですね。目の部分というか物合いの前に取り付けるパーツなんですが、こちらに手を加えて透明度を上げます。紙ヤス、スポンジヤスリですね。これの1万番、シャープ1万で表面を磨きます。額の部分に取り付ける別のクリアパーツも磨きます。そしてよく磨いたこれらのクリアパーツに光沢クリアを吹きました。小さいですけどガラスのような滑らかさと光沢感、透明感が出ていたら成功でしょうけどもね、どうですかね。こちらは同じ工程を施した額のクリアパーツです。ギラリと輝いてますね。表面を滑らかにしたクリアパーツに色を塗ります。ガラスのような透明感を出したいのでクリア系の塗料を塗ります。使用するのはタミヤエナメル塗料のクリアグリーンです。アレンジして違う色にしようかとも思ったんですが、パッケージの感じで進めることにしました。使う量も少しですし、塗料瓶生の直の瓶生でいきます。ミキサーでよく攪拌して使い捨ての筆で塗ります。こちらの筆ですが使い捨てなので愛用と言っていいのか分かりませんが、最近はこればっかり使ってます。パーツが小さいのでうまく映るでしょうか。瓶しか映ってないですね。瓶をどかして撮影すればよかったですね。塗装は表面張力を利用して塗料をのせるようにして塗りました。物合いも塗ります。塗る前にエアダスターで表面についたホコリを吹き飛ばします。塗料をたっぷり塗って乾かします。頭を組み立てます。細かいパーツがあってちょっと苦戦してますね。先ほど塗装したパーツですね。グリーンの樹脂でできているみたいに滑らかでギラギラしています。パーツをなんとかはめ込みました。では組み立てた頭をボディに取り付けます。
できましたね。サザビー RG144 分の1組み立て完了いたしました。各部のギミックを見ていきましょう。肩の装甲ショルダーアーマーです。この継ぎ目の部分が開いて中のフレームがチラ見できるようになります。ヘッドパーツは展開して内部が見えるようになります。ここにコックピットがあるようですね。足も各部が稼働します。特にふくらはぎ脇のスラスター部分はパカッと開くようになっています。そしてその開き方が扇状に開くこともできるし、並行してスライドするような開き方もできるようになっています。ギミックの中では一番お気に入りの部分ですね。バックパックユニットはカバーと中のスラスターが連動して動きます。ファンネルの入ったコンテナと燃料タンクも向きを少し動かせるようになっています。腰の部分の装甲もそれぞれ動かせるようになっています。まずは後ろの部分ですが、両サイドが展開してやはり内部フレームが見えるようになります。側面の部分、腰のサイド部分も動きまして同様に内部フレームが見えます。ちょっとね取れちゃったりしてますけどもね。いやガンプラ初めて組み立てましたけど面白かったですね。パーツ数は多いけど接着剤不要のスナップフィットでどんどん形になっていきます。各部の可動も細かいしよく動くしですごいっすね。全体のフォルムも破綻せずにぐりぐり動くのはほんとすごい。合わせ目消しを一切していないのでちょっとプラモデル作りたいなんて方にもぴったりだと思います。次回は塗装に入りたいと思いますが時間かかりそうですね。チャンネル登録をして次回サザビー RG144 分の1塗装編をお待ちください。ではまた。